OM デジタルソリューションズから初めてのフラッグシップとなる OM システム OM1 が発売されました。これについてお話をしていきたいんですけども、まず画質の印象を聞きたいんですけど、いかがですか？はい。今回ね、このね、OM1、2週間ほどお借りしまして、撮ってみたんですけど、画質っていう部分では、皆さんね、おそらくこの、マイクロフォーサーズだから画質が例えばフルサイズ勢とかに比べてちょっと劣ってるみたいな印象があると思うんですけど、そこら辺でね多分一番気になってるのは画質っていうところで、今回ねセンサーとかが新しくなってますので、そこら辺を向上させてきたというカメラになってるわけですけど、撮ってみた感想としてはぶっちゃけた話、もともとのもともとというか前の機種ですね EM1M3 とか、が非常に画質良かったので、今村さんは Mark2 を一番よく使ってらっしゃる。Mark2 は多分2年以上使ってたのかな、非常によく使ってて、で Mark3 はちょっと使ってなかったんですけど、試して結構使ったことがあって、あれも非常に画質がいいんですよ、だからなんかね、おそらく画質が良くないなんて言ってる人は使ったことないのかなって勝手に思っちゃうぐらいもともと画質が良くて、だから今回もねもちろん画質がいいんですよ。ただ逆に言うとすっごい上がったみたいな感覚はないっていう。上げ幅的にはそこまでっていうことですね。ただ非常に感じるのが、どっちかというともともと良かった高画質をもっと得やすくなったっていうところの進化が非常に大きいなっていうふうに思ったんですよ。というのも、このカメラって例えばハイレゾショットっていうね、ピクセルを合成して画素数を上げるモードとか、あと、連写が強いとかいろいろ機能があると思うんですけど、そこら辺が非常に強化されたので、その1枚の画質の、高画質をもっと得やすくなってる、っていうふうに感じました。見るべきはそこですね。より高画質な写真を得るチャンスが増えたというか、生かしやすくなったみたいなところですか。撮りやすくなってるなっていう印象だ。とりあえず高画質、皆さんが気になってるのは多分小さいセンサーで画素数が少ないみたいな印象があると思うんですけど、そこに言うと、ハイレゾショットっていうのがあるわけですよね。でさらに手持ちのハイレゾショットっていうのもねここ最近は入ってるわけですけど、そこら辺の処理が今回ねセンサーも変わりプロセッサーも変わったことで、処理が速くなってます。トゥルーピック X、トゥルーピックス10じゃなくて X ねそう非常に速くなっているのでストレスがだいぶなくなりました。特に手持ちハイレゾショットが今まで確か12秒ぐらいかかってたのが、それは5秒ぐらいになってるのかな、半分以下ぐらいになってるので、もうサクサクと撮っていける感じ。もちろん0秒にはもちろんなってないんだけど、でも非常にストレスなく撮れるので、ここはハイレゾ試したいなっていう時はもうポチッとやることができる。ちなみにここにハイレゾショットのボタンがもうできてます。この赤ポチの録画ボタンが実は静止画撮影時はハイレゾショットのモードにもなっちゃってるんでね、最初からもうマークが入っていてハイレゾの設定がデフォルトで入っているっていうね、非常に素晴らしい感じに振り分けられました。今までメニューからねやっていかなきゃいけなかったところがあって、ちょっと面倒くさかったんだけど、もうポチッと一発でできるので、もうそのあたりに使いやすくなったから使ってねっていう意思が感じられますよね。すごい感じられる。そこ入れてくるっていうのはすごいですよね。アイコンがついてますもんね。そうなの、もうこれを使えってなってる。もちろんカスタムで変えることもできるんだけど、風景なんか撮る人はもうこのままで、使えるから非常にいいと思います。実際結構処理が早くなるってことは使ってみようかなっていうシーンが増えるっていうことですかね。結果高画質という。非常にね高画質が得やすくなったということなんですけど、今回ね僕としては AF 周りの方が非常に感動していて、借りた中で鳥を撮ってみたんですけど、AI で認識するやつ。認識しました。AI 被写体認識。それをね使ってみたんですけど、非常によくね認識してくれました。結構トレンドの機能じゃないですか最近。そうですね。どうですかその鳥自体は前からね前のモデルから入ってたんだけど、今回動物も入ったということでちょっと猫も撮ってみてましたけど、もうフレーミングが入った瞬間にもうきちんと認識してますね。言ってもこれ動物だよね鳥だよねっていう感じでフレーミングが入ってくる感じだったので、非常に使いやすかったですね。他と比べてもいい感じですか？いいと思います。食いつきもいいですし、まず認識の速度は非常に速い。
ですね。なるほど、それが、このコンパクトなシステムにこういう AI 被写体認識が来たっていうのがまず新しいですからね。あとは連写速度もすごい上がってるじゃないですか。連写本当にね、だってFAE 追従で50コマまで撮れるということで、めちゃめちゃ高速化されてて、前が18コマですからねすごいね、そんな上がってるのか、はい。なので今回ね結構飛んでる鳥とかも撮ってみたんですけど、その細切れが本当になくなるので、鳥の羽の一番いいカットとかも選びやすいですし、非常に取り応えっていうのがあるかなと思いましたね。はい。電シャッターですよね、もう50コマ。そうですね。そこら辺の速度はもう電シャッターになってくるので、はい。どうですか、ローリングとか。ローリングはそうですね、前の機種とかは結構気になる部分があったんですけど、感覚的には倍ぐらいの速さになってるかなっていう印象がありますね。もちろんゼロじゃないんですけど、かなり速くなってる印象がありました。特に今回結構小鳥とかも、スズメぐらいのサイズの小鳥とかも撮っていたんですけど、その羽がこうねちぐはぐになったりするような感じとかもなく、綺麗に羽ばたきが取れていたので、非常に速くなってるんだなっていうのは実感としてありましたね。その辺も新エンジンとか効いてる感じですよね。そうですね、センサーとか新エンジンが効いてると思います。あと連写系の機能でいうとあれですよ、プロキャプチャーモードありますけど。プロキャプチャーモード僕めちゃめちゃ使うんですよ。そうですか。めちゃめちゃ使います。鳥専門とかで撮ってるわけじゃないから、やっぱりその羽ばたきの瞬間とかを狙えるわけじゃないので、プロキャプチャーモードを使うんですけど、これもねまずその連写速度が50コマに上がってるっていうところがそのままプロキャプチャーモードでも使えるんですよ。そうですね、よりコマが選びやすくなりますね。AFAE 追従の50コマがプロキャプチャーのモードでも使える。なおかつプロキャプチャーで戻れるコマ数も増えてます今回。そう、35から70になったと読みましたよ。そう倍ですよ、倍。もともと35コマでもすごいのに70まで戻れるっていうことだから、もう本当にね、連写30コマとかに設定してても2秒以上戻れるみたいな世界になるので、とんでもなく撮りやすくなってます。2秒あったらさすがに撮れます。さすがに間に合います。半押しさえしてれば絶対撮れるようになるので、とにかく撮りやすかったですね。そうですね、その辺も総合力進化みたいなところが実感できるっていうところですね。はい、今回はですねこのカメラ使ってて思ったのは、ファインダーやっぱすごくいいなって思いました。パネルが新しくなって、500万画素ぐらいになってるのと、そもそもやっぱりオリンパスのファインダー見てて思ったのが解像度が変に落ちたりとかしないんですよ。というのもちょっと他社のカメラだとシャッターを半押しすると解像度が落ちたりとか、フレームレートが下がるみたいな、ちょっと処理が入るみたいな、処理が入って、落ちるっていうカメラがちょっと世の中にあるんですけど、そういうのがほぼないというか、もう感じられない。それこそさっき言ったプロキャプチャーモードとかだと、処理が落ちることが前はあったんですけど、そういうのも全然なくなってるし、とにかく本当に見えのいいファインダーをずっと維持してくれてるっていうのが使ってて非常に気持ちよかったですね。いわゆるオリンパスカメラのファインダーってずっとその光学系のところは昔から良かったですからね。光学系は非常にいいんですけど、眼鏡かけてたりとかすると結構なんですかね、瞳の位置がちょっとずれると厳しいものとかもいろいろあるんですけど、なんか歴代そういう感じがなくて、確かに見えはもともといいですね。結構僕実はファインダーを少し離して見ることとかもあるんですけど、そういった時でも結構見やすかったりとかもするので、そこら辺の対応力は非常にあるファインダーだなっていうふうに思いましたね。ちょっとその辺はかなり使い勝手とかカメラの格を決めてくるところだと思うんですけど、そのカメラ全体で言ったところの、使い心地みたいなところだったりとか、そういうのも進化したなみたいなところってありますか？今回あれですよね、メニューが変わったんですよね。メニュー画面がだいぶ変わったということで、ちょっと拡大しますけど、そこら辺が変わったことで僕はね非常に使いやすくなったと思いました。特にこのコンピュテーショナル撮影っていう項目が、独立して入ったことによって、ちょっと特殊な撮影、今までだったらハイレゾショットとかライブ MD とか深度合成とかそういったねちょっと特殊な撮影っていうのがオリンパス特徴なんだけど、そこら辺が一気にまとめられたのでめちゃめちゃ分かりやすくなった。これもまた使いやすくなったというか、今までだとどこにあったっけってなっちゃうようなところが、そうなの、ちょっとねあれはここであれはここでみたいな感じだったんだけど、今回本当にひとまといになってるし、それ以外の項目も非常に見やすくなってて、この色分けとかもねすごくセンスがいいなって思いました。なんか聞いたらあれですって、その隣り合うメニューの色はちょっとコントラストがつくような色に選んでるとかって聞きましたけど、色があれだ、逆側の色になってるんだ。
寒色系暖色系寒色系暖色系みたいなそんな感じに並びになってるから、覚えやすいんだね。なんかこの辺はその新会社になったからなのか、すごくそういう新しくなんですかリデザインしたかなっていうところはありますよね。それで今回は OM1 と一緒に同時発表になったレンズ2本も試していただいたんですけど、どうでしたか？いやまずこっちが今ついてる方が1240の F2.8 の2型ですね。はい、標準。はい、でこれはまあコーティングとかが新しくなったタイプなので、マイナーチェンジなんですけど、こっちがすごすぎて、こっちがね40-150の F4 の透視ズームですね。いわゆる望遠ズームなんですけど、もうねサイズ感がとんでもない。まあね、かなりちっちゃい。だってこの1240と並べてもどっちか分かんないぐらいのサイズになってるんですよ。ちょっと間違えそうな感じありますよね。フィルター径も同じだし、これ重さも同じらしいんですよ。いよいよ分からない。いよいよ分からないですね。で焦点距離があって40-150だから、ね、150ミリ側ではこれ300ミリなんですよ。300ミリ。なのにこのサイズっていう。でこれまず振動式になってるので収納時はこのサイズ。で撮る時に伸ばすんだけど、伸ばした後に伸びないんだよ。インナーズームですね。インナーズームになってるのこれ。だからここまでいってこれが今150ミリなんだけどこれで35ミリ換算300ミリの絵が撮れるっていう。全く威圧感がないですね。そのサイズだよもう。信じらんない。まあこれで F4 の望遠も出てきたっていうことで、ちょっとここで出したいものがあるんですけど、こういうレンズと一緒に並べてあげると。小三元の完成という言い方でいいんですかね。いわゆる小三元レンズが完全に揃ったということですね。でこれが825でこれが1245でこれが新しい40-150ということで 35mm 換算で 16mm から300mm までの F4 レンズがこのサイズで揃ったと。割と重なってるところもあるぐらい。そうなんならここちょっと結構かぶってる、どっちかでもいけるみたいな感じありますよね。まあこのちっちゃいフォーマットってすごいなって改めて思いますよね。でちょっとそもそものところであるんですけど、なんか風景写真家今村さん、その風景写真っていうとなんかこうどうしてもなんか大きいフォーマットとか大きいシステムみたいなイメージがあるんですけど、そういう人から見てそもそもマイクロフォーサーズってどうなのかっていうのをちょっと聞きたいなと思っていて。非常にメリットが多くあります。というのはまず被写界深度が深いっていうことですね。小さいセンサーなのでフルサイズとかに比べると被写界深度が深くなる、2段分ぐらい深くなるので、その分パンフォーカスが取りやすいっていうこともあるし、あと変に絞らなくていいからそのシャッタースピードも稼げるしっていうことで、そこら辺のメリットがまずあるということと、あとやっぱりこの OM1 みたいな機種においてはもう圧倒的な先進性がありすぎて、そこら辺は非常に使いたい機能がいっぱい入ってるんです。例えばこれライブ ND、前のね、EM1X とかから入ってた機能なんですけど、これが本当に優れものなんですよ。使うんですか？めちゃめちゃ使います。これちゃんとフィルター入れろとか怒んないですか？全然もうね、これは僕もね気になって試したんですよ。普通にフィルターをつけて撮ったものとこのライブ ND の機能で撮ったものを、秒数を合わせて、撮り比べをしてみたんです。そしたら画質がもう圧倒的にライブ ND の方が良かった。あ、そうですか。そうなんです。これもでもよく考えれば当たり前のことだったんだよね。っていうのは要は ND フィルターってことは光を制限するためのフィルターをまず前に入れるってことは光が乏しくなるわけじゃない。だからまずそこで劣化する。でその次に長時間露光になるっていうことは長秒露光をかけるから熱ノイズとかそういったねノイズが発生してしまうっていうことがあるんだけど、でもライブ ND はソフトウェア上で合成をしているからまずその画質の劣化がゼロゼロっていうか実は画質が良くなるんですよ、1枚撮るよりも。要は高感度ノイズとか熱ノイズとかそういうのが合成処理によってなくなっていく方向、重ね合わせるから、重ね合わせの処理だからなくなっていく方向なので、1枚の写真よりも明らかに画質が良くなるっていう副産物もある。あ、そうですか。なんか忘れた時の便利機能とかっていう感じでもないんですね。いやもうね、これがある ND フィルター帯だったらこっちの方が絶対にいい。これちょっといいこと聞きました、あとやっぱりそのND フィルターをつけないことによって AF の精度とかも上がるから、本当にここにつけるべきなのは PL フィルターだけっていうことにできるから、そこら辺の、使い勝手の良さっていうのも上がってくる。だからライブ ND は本当にいい機能ですね。いやすごいですね。そのちっちゃいシステムとそういう機能でもって、もうかなりの可能性が広がってるってことが言えるわけですね。そうですね。撮れることをやれることがいっぱいあるので、いろんなチャレンジをしてみたいなっていうふうに思えるカメラになってますね。
他にもお伝えしておきたいこととかってありますか？そうですね、ありすぎるんですけど、とりあえず今回ねバッテリーが新しくなってるんですよ。バッテリーが新型バッテリーになっていまして、これがね非常にものすごい持つ印象があります。もともとオリンパス結構電池持つ方なんですけど、でさらに持ちが良くなってて、特に僕よく使うって言ったプロキャプチャーモードとかああいう特殊なモードを使うと結構バッテリーグーってね食われる感じのがあったんだけど、そこら辺もだいぶ抑えられてて、1日取ってても僕は電池持ちましたね実際。そうですか。普通に6、7時間取ってても全然1日持ったので、かなりいいと思います。あとはグリップ、1日取ってるっていう意味ではずっとこれ握ってるのでグリップが良くなったっていうのを非常に感じました。形変わってます。結構ねぬるっとした感じにここら辺が仕上がってるんだけど、特にこの親指側とかのフィット感が非常に気持ちよくて、1日握っても疲れない感じのカメラになってるなっていうのをね思いましたね。今回撮っていただいた作品も見せていただいたんですけど、その今村さんがもうレタッチもされたものを見たんですけど、結構今までマイクロフォーサーズのイメージってちょっと結構ビビッドでパキッとした絵っていうようなイメージがなんとなくあったんですけど、こうポテンシャルの引き出し方次第といいますか、それによってはすごくなんか空気感のある絵だったりとかしっとりとした描写みたいなのも出るっていうのが分かって、ちょっとそういうなんていうんですかね、使いこなす楽しみとか、ちっちゃいカメラからよりすごい絵を引き出すぞみたいな、そういう調整もちょっと楽しそうなんだカメラかなと思いましたけどね。非常にそうだと思います。結構どうしてもね小さいセンサーってそういうパキパキ系になりやすいみたいな印象があると思うんですけど、いや思った以上にローデータとかはデータ量豊富で結構いじれるデータになっているので、そこら辺少しいじってあげるだけでも空気感ってすごく出てくるので、それはねやりがいのある作業だなっていう感じがしましたね。ぜひやってみてほしいですよね。そうですね、チャレンジしてみてほしいですね。で最後になんですけど、こうやってかなりいろんな機能も使ってみていただいて、でシステムのサイズ感だったりとか、あと価格帯、フラッグシップ機なんだけど27万3000円、そういうところとかもかなりあるじゃないですか。フラッグシップっていうものがその価格で買えるとかってあるじゃないですか。そういうことも踏まえて、なんかこのカメラに注目してほしい人っていうのはどういう人が浮かびますか？そうですね、まずはやっぱりこれまでもねマイクロフォーサーズのシステムを愛して使ってくださった皆さんにはぜひね触ってほしい。本当にいいカメラに仕上がっているので触ってみてほしいっていうのもあるんだけど、やっぱね大きいセンサーの方が絶対いいってちょっと思っちゃってるような人にも色眼鏡なしでぜひね触ってみてほしい。このカメラで撮ってみてそのデータを見てみてどこまでいけるのかっていうのをね知ってみてほしいんだよね。本当にやれることが無限にあるから、これまでと違うものを撮れるぞって思わせてくれるカメラだからね、そこら辺をぜひ体験してみてほしいなっていうふうに思いましたね。そうですね、やっぱ体験してみて今の現在地を知ってほしいっていうのありますよね。はい、わかりました。今日は写真家の今村祐樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。